郡上八幡城駐車場まで一方通行の狭くて急な坂道を登っていく。ミニバン以上の大きな車は切り返しが必要なヘアピンカーブ続きのいわゆる国道。幸い中村は軽バンだが、急な坂道ではトルクが不足だった。事前にレビューを確認していたので覚悟はしていたが、郡上八幡城駐車場は止められる台数が少ないため、平日の午前中でも駐車待ちの渋滞覚悟だ。標高351メートル、八幡山の上にある駐車場から歩いて城まで向かう。左手の石垣は戦国時代のものと言われている。戦国期の1559年に遠藤盛和が築いた山城、郡上八幡城。1993年再建された現在の郡上八幡城は木造再建としては日本最古の城だ。お城を音の一人。はい、400円になりますね。はい、行きます。お城の石垣も戦国時代のものが一部残っているということなので、単純に色の違いが新旧の差なのだろう。死ぬまでに一度は見たい絶景と言われ、堀越峠から見ることができる雲上の城は別名天空の城とも呼ばれている。ただし一定の条件が必要なため、それを見るにはかなり難易度が高いと言われている。始まりは戦国時代末期、1559年、郡上支配をめぐる赤谷山城の戦い。翌1600年、関ヶ原の戦いの前哨戦の一つ、八幡城の戦い。4層5階の城内の階段を上った階には、戦いの歴史や歴代城主ゆかりの所蔵品が展示されていた。戦いに明け暮れた戦国時代末期、郡上八幡城の物語をたどることができる。戦国時代末期に起源を持つ郡上八幡城は、幕末明治維新の動乱を受け、全国多くのお城と同じように取り壊しとなった。その後長らくは石垣だけが取り残された状態だったが、昭和8年1933年に松来に伝わる郡上八幡のシンボルとなるよう願いを込めて、木造の模擬天守が再建された。
戦災消失前の大垣城を参考に昭和8年1933年に建てられた木造天守は歩くとギシギシと鳴くまるで漆張りのような床は木造ならではの趣があり歴史を感じられた。空と自然に包まれて凛と立つ白亜の天守は日本一美しい山城とも称され、圧倒的な存在感と美しさを保ち、郡上八幡の城下持ちを見守っているようだ。四季折々に表情を見せる郡上八幡城。特に燃えるような紅葉が白亜の天守を包み込む様は、天守炎上と例えられるほど紅葉絶景の名城として人気があり、多くの観光客が訪れる。Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Until our last breath, every heartbeat. Drink, I'll be your army. 藩のために戦い、それに敗れ故郷である郡上八幡に戻った両総隊。仲間を失い帰ったはずの故郷は脱藩の罪人として家族とも再会できない牢獄だった。その隊長朝比奈茂吉は当時17歳。藩では当初元隊員らを処刑するつもりであったが、9月新政府の命令により自宅謹慎となり、翌明治3年2月19日
1870年3月20日、謹慎も解かれ赦免された。帰った故郷で罪人のレッテルを貼られた元大使たちの多くは謹慎解除後、郡上八幡を離れることになる。藩のために戦い、仲間が死に、藩に裏切られた両総隊。彼らの故郷に対する絶望は計り知れない。そんな彼らの慰霊碑が郡上八幡城の裏手に祀られている。Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? 両総隊の隊長朝比奈茂吉は晩年酒に酔うたびに隊を切り捨てた藩を痛烈に批判する日々を送っていたという。明治27年1894年44歳で病死。飲酒生活や藩への恨みが体に応えたとされる。両総隊、白虎隊とつぶやいて息を引き取ったという。滋賀県彦根市中央町の蓮華寺ホームラン。郡上八幡の清流を使った美味しいそばが食べたいと思った。城を降りたらそこは清流と名水の城下町なのだ。時間は午後1時を回ろうとしていた。ネットで調べて評価の高いそばの平陣へと車を走らせる。美味しいそばを食べたら職人町の古い家並み、郡上八幡の城下町を散策してみよう。Take this little jog.ランチです。はい、失礼します。はい、2名様。お願いします。はい、ちょっと2つ使ってください。
です。どうぞ。あ、1760円です。5000円で。レシートいりますか？いらないです。